こんにちは、アカデミアの富尾です。富尾アカデミアニューベーシックは第9回になります。今日はウルフヘアをディスコネクション技法を使って大きく2セクションでできるだけ簡単にカットします。ロングレイヤーヘアカットの仕方基礎講座5でも行っていますのでご覧ください。過去動画も合わせてご覧ください。今回はディスコネクション技法を使ってカットしていきます。今のサロンスタイルとして実践で使えるスタイルになっております。この考え方でベーシックを身につけると多くの組み合わせでヘアスタイル作りが簡単にできるようになります。ぜひトライしてみてください。はじめにこのチャンネルは世界各国の言語に対応しています。多くの言語は自動翻訳はできますが、まだまだ完璧とは言えません。ですが大体のニュアンスはわかると思います。比較的正確に英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、ヒンディー語にはチェックして対応しています。合わせてご覧ください。今回も初心者に分かりやすいようにブラントカットでベースを作り、後にドライカットしていますが、慣れてきたらウェットカットの状態で毛先にチョップカットやそぎを入れて、ブロードライ後には仕上がりになるようにカットしましょう。でははじめに仕上がりデザインをよく見ていただき、全体像を頭に入れてください。はい、イメージができましたら早速始めていきましょう。では動画をご覧ください。まずはブロッキングです。目尻の上がったラインから床に対して平行に近い感じでバックセンターが少し下がるようにこのように取ります。こちら反対側も同じように取ります。前頭部と後頭部を分け取ります。バックセンターで分けて図のようにスライスラインを取り、このようにカットします。バックセンターまで3等分ぐらいでカットします。こちら側も同じようにカットします。左右対称かどうか確認後カットしていきます。カットができましたらバックをカットします。バックは肩より少し下で床に平行にワンレングスでカットします。バックセンター三つ襟幅でパネルを取りガイドを作ります。そして両サイドを床に平行にカットします。前頭部と後頭部を分け取ります。バックセンターにガイドを作ります。長さは耳たぶのラインぐらいに今回はしておきます。センターのガイドから下のガイドに向かってレイヤーにカットします。襟足の厚みを考えて下のガイドとつなぎます。
ヘムラインの厚みを残してこのようにパネルを取り、今までカットした上のガイドを見つけカットします。フロントサイドも斜めに取り、バックの延長線上でパネルの角度を上げてカットします。フロントサイドの下の厚みを残し、パネルを引き上げ、フロント前方方向に引きカットした図 A をガイドに床手平行にカットします。反対側も同じようにカットしていきます。こちら側も図解の A をガイドに床に平行にカットします。できましたらトップセクションをカットします。前頭部と後頭部を分けております。図のようにバックセンター部分にガイド D を作ります。横から見てディスコネクションですので、下のガイドをオーバーするように全体の紙の長さとバランスを考えてガイドを作ります。センターのガイドをもとに縦スライスでグラデーションでカットしていきます。反対側も同じように、まずはバック部分をカットします。はじめのうちはここでバックサイドの長さを確認し、フロントサイドのカットに入ります。頭の丸みに沿ってパネルを引き、左右同じ引き方でカットを進めていきます。
次の前髪部分を目尻の上がったラインの幅から奥行きを決めてブロッキングします。前髪センター部分を目頭幅に取り、パネルを引き上げ、目が少し隠れる長さにカットします。次に両サイドの長さを唇が隠れる程度の長さにカットします。前髪センターとこのようにつないでカットします。反対側も同じようにカットします。フロントサイドも耳前ぐらいに取り出し、その部分とつなぎます。反対側も同じようにつなぎます。できましたらトップ部分のパネルを取り出し、トップの角を落とします。その位置で前髪側の髪も引き上げカットしておきます。ウェットの状態でフロントサイドを削いでおきます。反対側も同じように削ぎます。慣れてくると、これはあまりにも重たいな、など分かるようになり、その部分をウェットで削いでおきます。ウェットカットの終了になります。
簡単に乾かしましたのでドライカットしていきます。まず襟足部分から毛先をチョップカットで不揃いに自然にしていきます。できましたら内側の短い部分が出るようにブロッキングし、そぎを入れていきます。この部分はディスコネクションでカットした紙とよく馴染むように、上の部分は毛先にそぎを入れて、下の部分は毛羽立たないように入れておきます。次のブロッキングは毛先にチョップカットを入れて柔らかく馴染むようにします。トップ付近は中間部分にチョップカットのそぎを入れて立体感を出していきます。そして毛先は深めにチョップカットします。フロントサイド、特にもみ上げ付近の髪の調節や毛先の表情を考えながらドライカットしていきます。
もちろん反対側も同じように入れていきます。前髪部分も毛先が薄くなるように表情を見ながらそぎを入れていきます。出来上がりましたので、ドライヤーで髪をよく動かしながら仕上げていきます。軽くオイルをつけてきれいにシェイプして仕上げます。仕上がってきました。仕上がりです。はい、ウルフヘアを大きく2セクションでディスコネクション技法を使ってできるだけ簡単にカットする方法を紹介しました。前からカットする方法はロングレイヤーヘアカット、カットの仕方基礎5でも行っていますので合わせてご覧ください。2セクションのディスコネを作ることでバッグの長さの高さ、ポイントを自由にアレンジしやすいのと髪に動きが出しやすくなります。バッグのポイントを低くしたい場合のスタイルなど使いやすい技術です。誰でも簡単にカットできるようカットする工程をできるだけシンプルにしました。僕の美容経験が皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。では今回の動画が参考になりましたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますのでよかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。